多くの韓国ドラマで主演を務める女優イ・ダヘさん。はつらつとした可愛らしさが印象的ですが、過去には、なんと整形をカミングアウトしているんです。また、プライベートでは人気歌手セブンさんと公開恋愛中。気になるセブンさんとの馴れ初めや結婚についてなど、公私ともに注目を集めるイ・ダヘさんについて迫ってみましょう。イ・ダヘはどんな人？小学校5年生の時に家族と共にオーストラリアに移住したというイ・ダヘさんは、シドニーのバーウッド高校を卒業。子供の頃から韓国舞踊をやっていたり、小学生時代には KBS 子供ミュージカル合唱団に所属していたり、幼少期から様々な活動をしていたようで、女優を夢見るようになったのも、合唱団員として放送局を訪れるようになった頃だったといいます。そんなイ・ダヘさんは、2001年に祖父の葬儀のため、韓国に一時帰国し、その時知人からの勧めで参加した第71回全国チュニャン選抜大会で、ミスチュニャン新に選ばれ、これをきっかけに芸能界入りを果たしました。全国チュニャン選抜大会とは、KBS が主管して行われる全国美人コンテスト。日本の芸能界で活躍していたタレントユンソナさんも輩出した韓国伝統美女を決める大会と言われています。2002年には純粋な青年パク・ジョンチョルで主人公の初恋相手ユンジュ役を務めドラマデビュー。韓中共同制作のドラママイ・ラブ・リンリンや韓国の朝ドラ嬉しい知らせなど数々の作品に出演するもののなかなかヒットには至らず、芸名のハングル表記を変えるほど苦しい下積み時代を経験しました。そして2005年、ドラママイガールで嘘が得意で厚かましくも憎めないキュートな詐欺師を演じ、ついにブレイク。俳優のイ・ドンウクさん演じるクールな御曹司との型破りなロマンスを描いたラブコメディで、最高視聴率 25% を記録する大ヒットとなりました。続いて出演した2007年のドラマハローお嬢さんでは、2人の男性から思いを寄せられる名家のお嬢さんとして、天真爛漫でけなげな姿を披露すると、KBS 演技大賞女優優秀演技賞を受賞し、人気女優の地位を確立しています。その後も多くの作品で活躍しているイ・ダヘさんですが、過去に2回、出演作品の降板で世間を騒がせたことがあります。1回目は、日本でも人気の高い俳優ソン・スンホンさんの兵役後復帰作となった2008年のドラマエデンの東。イ・ダヘさんは財閥の娘で父親の新聞社を継ぐエリート女性ミン・ヘリン役で出演していましたが、全50話のうち35話までを消費したタイミングで自ら降板を宣言し視聴者を驚かせました。降板の理由については様々な噂が飛び交いましたが、イ・ダヘさん自身がエデンの東公式ホームページにコメントを投稿。私自身がヘリンを理解できないのに、どうしたら視聴者の皆さんを共感させることができるのか。皆さんの前で偽りの演技をしたくなかったと降板を決意するに至った心境を告白しました。エデンの東は、ソン・スンホンさん演じるイ・ドンチョルとヨン・ジョンフンさん演じるイ・ドンウクの貧しい兄弟が父を死に追いやった非常な実業家への復讐を誓い、成長しながらも運命に翻弄される彼らの愛と野望、悲恋を描いた壮大な物語。平均視聴率は 25% と高い人気を誇るヒットドラマですが、実は撮影中には出演者側と制作側で意見の摩擦があったんだとか。途中で脚本家が交代したことによって当初の企画と違うストーリーに一貫性がないという声が上がるようになったそうです。特にイ・ダヘさんが演じたミン・ヘリンは最初はヨン・ジョンフンさんが演じるイ・ドンウクに思いを寄せていたはずが、中盤では別の人と婚約し、その後突然ドンウクの兄イ・ドンチョルへの思いを伺わせながら再びドンウクと恋人関係になるという激しい展開を見せていて、主演を務めたソン・スンホンさんも降板については驚いたが理由はわからなくもない。イ・ダヘさんは
撮影中も制作側に修正を求めているようだったと話していました。また、イダヘさんが苦悩を明かした場面については、視聴者からも展開がおかしいという意見が上がっていたところで、メインキャストの途中降板という異例の事態においても、批判よりも支持する声が多く寄せられたようです。2回目の降板騒動は、2013年の中国映画レモンでした。当時、中国メディアは、イダヘさんが正式なオファーを受けていたにもかかわらず、上海国際映画祭での宣伝活動に欠席し、それから間もなくして降板を申し入れてきたと報道。契約時には、出演料3億ウォン、約2500万円の半分、1億5000万ウォンが支払われていることや、相手役の俳優が老けすぎていて、愛を交わす演技は無理だということを理由に降板したと伝えたのでした。お相手の俳優さんはどんな人？映画、レモンは、中国人男性と韓国人女性の恋愛を描いた作品で、イダヘさんの相手役には、渋みのある大人の魅力で人気を集めるウー・ションポーさんが予定されていました。とってもダンディで素敵ですよね。すでに支払われた出演料の半額はすでに返されたものの、残りが返金されないとして、訴訟問題に発展しているとも報じられています。これに対し、イダヘさんは、しばらくして、ウェイボーに、ご自身の言葉でコメントを投稿。なんと、映画、レモンへの出演契約は、すでに退社している前事務所が単独で行ったことであり、相手役の男性が老けているから降板したという話は全くのデタラメだということが明かされたのです。なんでも、中国メディアと韓国俳優との間では、こうした報道は珍しくないようで、映画の宣伝や、当時、中国で人気が上昇していたイダヘさんのイメージダウンを図り、韓流ブームに水を差すことが目的だったのではないかと言われています。イダヘさんにとってはとんだ迷惑ですよね。2010年には、ドラマ、チュノにヒロインオンニョン、ヘウォン役で出演。朝鮮王朝時代中期の仮想階級の人々にスポットを当てたアクション時代劇で、初恋の女性を探すため、ヌヒを追うチュノ氏になった主人公テギルと、友人の裏切りによりヌヒに転落した朝鮮王朝の武将テハ、そして2人を愛した女ヌヒ、ヘウォン、オンニョンの3人の運命が交差し、命を懸けた闘争と後継をめぐる陰謀を壮大なスケールで描いた作品です。ドラマは最高視聴率 41.9%、平均視聴率 32% と大ヒットを記録し、イダヘさんが演じるヌヒが美しすぎることでも話題になりました。ちなみに、イダヘさんがこの作品への出演を決めたのは、主演を務めた俳優チャンヒョクさんに誘われたからなんだとか。2008年に共演したドラマ、プランダンで親交を深め、本作で再びの共演を果たしました。その後2014年にドラマホテルキングに出演した後は活躍の場を中国に広めていて、中国語は通訳なしでインタビューに答えることができるほどペラペラなんだそうです。2018年にはドラマ優しい魔女で久しぶりに韓国ドラマに復帰すると、正反対な性格の双子を一人二役で演じ、超ハイスペックな男性との三角関係をコミカルに表現して、再び韓国のファンを喜ばせました。最近では目立ったドラマ出演はありませんが、英語も中国語も堪能なイダヘさんなだけに、今後の活動に注目が集まっています。イダヘは整形をカミングアウト。韓国では美容整形をカミングアウトしている女優さんも多くいますが、実はイダヘさんもその一人なんです。2012年には中国メディアがチュニャン選抜大会の頃の写真と比較して整形疑惑を報道。そして2013年に M ネットの番組ワイド芸能ニュースクイックトークに出演したイダヘさんは MC を務めた歌手ムンヒジュンさんとの対談で美貌を保つ秘訣を聞かれ、昔は太っていたしリモデリングも少ししてと整形したことを告白しています。確かに東洋系の美人から
お人形さんのような可愛らしい印象に変わっていますね。イダヘさんのカミングアウトに対して、ムンヒジュンさんが、整形はしていないんじゃないですかと改めて質問すると、そのように考えてくださいと冗談で返し、その場を笑いで包みました。ユーモアも交えながら整形を告白したイダヘさんに対し、視聴者は、正直でいいね、整形を隠している芸能人よりも良いと好感を寄せ、その気さくな人柄でも人気を高めています。その後、2019年にも自身がアップしたインスタグラムの写真がきっかけで再び整形疑惑が浮上することに、写真を見た一部のネットユーザーからは、整形しましたね、手を加えないで。昔の方が綺麗だったなどとコメントが残されました。これに対しては、イダヘさんの所属事務所が、イダヘは、ここ数年間、整形手術をしていないとはっきりと否定しています。所属事務所は、カメラのアプリや角度によって顔が違って見えたともコメント。最近のカメラアプリの性能を考えると、整形を疑われてしまうのも仕方がない気もしますよね。それにしても、もうすぐ40歳とは思えない可愛らしさで、思わずうっとりしてしまいます。彼氏セブンとの馴れ初めや結婚について、2021年4月現在、イダヘさんには、公開恋愛している恋人が、そのお相手は、韓国 R&B 界の貴公子と呼ばれる大人気歌手、セブンさんで、2016年9月に熱愛が報じられると、双方の事務所が交際を認め、公開恋愛に発展しました。2005年には日本デビューも果たし、高い人気を誇っています。当時、報道に対して、セブンさん側は、2人は大変な時期にお互いの力になったことで好意を抱き、良い感情を持って会っていますと発表し、イダヘさん側も同い年の友人として接する中で、自然に恋人関係へと発展し、交際を始めましたと、公式に熱愛を認めたのでした。セブンさんは、熱愛を認めた後に出演したラジオ番組で、思ったよりもバレるのが遅かったと話し、報道されるまでは、できるだけ人目を避けてデートをしていたことも明かしています。公開恋愛に発展してからは、バラエティ番組などで、お互いのことについて話をするなど、とてもオープンなお付き合いを続けている2人。2人の馴れ初めについては、セブンさんが2021年に出演したバラエティ番組全知的を切開視点でお酒を飲んで少し酔いが回った時に告白したと当時のことを振り返りました。そんなセブンさんはイダヘさんの魅力についてエネルギーがいいと話し、出演していた番組 MC のパク・ソヒョウさんにセブンさんもエネルギーがいいじゃないですかと言われると、だから相性がいいみたいだ。お互いにポジティブなエネルギーを与え合えると、さらに愛情を表現したのでした。また、イダヘさんも2017年に出演したバラエティ番組人生酒場でセブンさんとの出会いを振り返り、2人の共通の知り合いによって初対面を果たしたことについて、その時に会っていなければ一生後悔するところだったと語るなど、イダヘさんにとって人生を変える出会いだったことを告白しています。お互いにパワーを与え合ったり、かけがえのない出会いだったと振り返ったり、素敵な関係性であることが伝わってきますよね。2022年には2人揃ってバラエティ番組全知的を切開視点に出演。SNS では公開されてこなかった2人のデート写真を披露したり、イダヘさんがセブンさんの方を撫でたりとラブラブな様子を見せてくれました。しかし、そんな2人にも2021年には破局の危機が訪れたそうで、当時はイダヘさんの母親や周りの人たちが泣くほど残念だったんだとか。セブンさんの両親やお姉さんともいいお付き合いをしているというイダヘさんは、セブンさんのような男性にはまた出会えるかもしれないけれど、セブンさんの家族とはもう会えないと思うと、それが一番心残りだったと話しました。ご家族ともいい関係を築いているなんて、本当に相性がいいんですね。7年以上交際を続け、
仲睦まじい2人ですが、現在、結婚はまだしていない様子。イダヘさんは、バラエティ番組、醜い私たちの子に出演した際、私は結婚についてこだわりはないと、自身の結婚観について話し、公開恋愛の行方に注目が集まりました。一方で2019年に放送されたバラエティ番組、ビデオスターに出演したセブンさんは、イダヘの3文字であいうえお作文を作るように求められると、この世に一人しかいない、ダヘ、へへへと、両手でハートマークを作って愛を伝え、さらに、もう一度あいうえお作文に挑戦した際には、今は話すことができます。ダヘ、別れないでいようと話し、ずっと一緒にいたいという気持ちを表したのでした。2人の結婚発表を聞くことができるのも、近い将来かもしれませんね。まとめ、いかがでしたでしょうか？整形のカミングアウトや公開恋愛など、オープンな性格のイダヘさんには、なんだか親近感も湧いてしまいますよね。公私ともに、イダヘさんの今後に大注目です。